皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2025年6月21日土曜日です。今回の動画は、先月ですね、がんの1年検診を終えて結果が出ましたので、その内容と去年の12月に足の手術をして半年検診の結果、これもお知らせして、現在の体調などについても、お知らせしたいなと思って動画を回しているところです。よろしくお願いいたします。前々から、皆さん方に、心配していただきましたが、1年検診の結果、まずですね、血液検査の結果は、主要マーカー3種類が全部基準値内に入っていたということ、これで一つほっとしました。そしてその日に細胞診も取りましたが、その検査の結果が出て、基本的には今再発はしていないだろうということでした。ただ先生の方からは1年経ったので、細かい検査をした方がいいだろうということで、造影剤を入れた検査というのを6月の頭3日にですねしたんですね。その検査の結果が17日今週の火曜日に出ました。で、検査の結果は細部が細かく分かるんですけれども、私の場合は通常の方と違って股関節に人工関節が入っているので、少しフラッシュしてしまって見にくい部分もあるんだけれども、基本的には多分大丈夫でしょうということでした。血液も細胞診も大丈夫だったので先生も問題ないんじゃないかなというふうに言われていて、夫も私もこうして無事に1年間過ごすことができて再発ないということでほっとしているところです。皆様方にも心配いただいてありがとうございました。感謝しております。また次ですね、足の方の検査がちょうど半年検診で月曜日の日16日の月曜日の日にしてきました。4月の段階ではプレート近くがまだ1センチぐらいついていなかったんですけれども、6月の16日の日の検査の結果ではプレート近くまでもうギリギリまで全部見たところ全て骨がくっついているという状態でした。なので、先生は問題ないねと言われたんですけれども、ただ違和感がとてもあって、膝を曲げたり伸ばしたりするとちょっとコキコキいうことがあったり、あるいは足、歩き始めですねとか、立った瞬間階段の上り下りこういった時に、やはり今までみたいにスタスタとはいかないわけですね。なんでそれを先生に言うと多分、プレートが2枚入っているので筋肉がそこに摩擦で擦れて違和感が出ているんだろうということでした。で通常は1年経ったぐらいでプレートを外しボルトを外しという手術をするんですが、これだけしっかりついているからもしかしたら秋ぐらいに外せるかもしれないねというふうに言っていただきましたので、少しほっとしております。ただ、動画を見ていただいてわかると思いますが、私の歩き方がやっぱり体が左右に動いてしまう。自分ではまっすぐ歩いてるつもりなんですけれども、左右に動いてしまうことが多くて、やはり普通の方のようにスタスタとは言っていないなという感じはしております。これも時間の問題だと思います。で、他にですね、今体調の面でちょっと不安定になっているところがあって、5月の下旬にですね母とヨーロッパの方に行ってきましたけれども、その後体調をものすごく壊してしまって、熱が出たり目が回ったりということがひどかったんですね。で、病院に行ったところやはり約1年前にまた再発したメニルシ病というのがあって、それを再発してしまったようで、今ですねこちらにあるこのような、苦い薬をですね毎日1日3回飲んでいます。でこれを飲まないで、少し、様子を見ようと思って、めまいが少なくなったので、それ大丈夫かなと思って、外してしまうとすぐ目が回ってしまってっていうことを繰り返しているので、今のところこれを1日3回しっかりと飲むようにしています。
そうしないとやはりですね、体調が優れないということがあります。で、家でもほとんど、横になっていることが多くて、ただご存知の方もいると思いますし、動画にも出ておりますが、夫が、飛行機の修行をしたいということで、最近飛行機に多く乗っています。ただ乗っている最中もホテルに着いてからも横になっていることが多くて、で先生の方からも寝不足とかストレスとか疲れが出ないようにしないと、このメニエール病というのはなかなか治るもんじゃないからねというふうに言われています。ので、極力家でもですね、ほとんど横になっていることが多くて、じっとしてるっていうのかな、そういう形が多いです。で、こんなに自分の体力がなくなったのかなっていうのを今ひしひしと感じているんですが、抗がん剤をやったりとかがんになったりとかする前までと違って、ものすごく、体力がなくなったなっていうのは日々実感しています。こんな状態ではなかったですね。もともと本当に走っていたりとか運動してましたので、とても元気に過ごしていたわけですけれども、やはり体にとっていろんな細胞を傷つける、がんも殺すわけですから、細胞も傷つけてしまうような抗がん剤を6クールやりましたので、やはり体の中がだいぶ傷んでいるのかな。また、年のこともあると思いますけれども、活性化していけないのかなっていうのは日々感じています。ただ、そういったことを気にしすぎても良くないかなと思っておりますので、日々笑顔で過ごせるように、極力夫と楽しい時間を過ごせるようにと思っております。この動画を見てくださっている方の中にも、私と同じようにがんを患ったり、あるいは抗がん剤治療中の方もいると思いますし、その他の大きな病気をされている方もいらっしゃると思います。本当にお辛い部分もあると思います。ですけれども、頑張るというよりも、毎日日々楽しく前を向いて、前進していけたらなと思っておりますので、一緒に乗り越えていけたらなというふうに思っております。こんなところかな。体調のことは本当にもうこれから先もですね、暑い暑い、夏が、もうすぐそこまで来ていますので、脱水症状にならないように日々気をつけながら過ごしたいと思っています。このメニエール病のこの薬っていうのは、利尿効果があるということなので、先生の方からは脱水にならないようにしっかり水分とってねっていうことは、すごく強く言われているので、それを守りながら日々楽しく過ごしたいと思っています。そして何より今見ていただきたいなと思っているのはこの髪です。ちょうど1年前っていうともうほんとツルツルで何もなかった状態の動画を出しましたが、覚えていらっしゃいますかね。もう本当に何もなくてツルツルだったんですけど、もうこれ美容院で何回か髪の毛切ってるんですね。でもこれ本当にもうこれ地毛でもこんなに伸びるもんです。だから今ですね、抗がん剤をされていて、髪の毛がなくなっていらっしゃる方も1年経ったらこのようになるっていうことを見ていただいて、今頑張っていただけたらなというふうに思います。今乗り越えたら絶対大丈夫ですからね。一緒に前を向いていきたいと思っております。いかがでしょうか。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。